おはようございます。ケンです。今週のテスラはかなり動きの大きい1週間でした。株価は400ドルを突破し、一時450ドル付近まで上昇。しかし、その後は422ドルまで下落しました。ただ、今回大事なのは単に上がった、下がったっていう話ではありません。FSD、ロボタクシー、4680バッテリー、オプティマス、そして日本市場までテスラを見る上で重要な材料が一気に出てきた1週間でした。今日はその中からテスラオーナー、そしてテスラ株投資家が知っておきたいポイント、こちらに絞って整理をしていきたいと思います。まずはテスラの株の動きを見ていきたいと思いますけれども、先週400ドルの壁を突破し、そして今週どうなるのかというところで、一時450ドル付近まで上昇しました。400ドルは投資家心理の節目であり、これまで上値が重くなりやすかったラインです。そこを超えたということで、市場ではもう一段上に行くのではないかっていう期待が高まりました。ただ、その後は422ドルまで下落しました。僕はこれをテスラに決定的な悪材料が出たっていうよりは、期待で上がっていた分が一度調整された動きだと見ています。その最大の材料が中国の FSD の承認期待です。イーロン・マスクさんがトランプ大統領の中国訪問に同行したことで、市場では中国で FSD に進展があるのではないかっていう期待が高まりました。中国で FSD が本格的に使えるようになれば、販売だけではなくソフトウェア収益にも大きく関わってきます。ただし、現時点で正式承認が発表されたわけではありません。つまり市場は事実よりも期待で先に動いた状態です。正式発表がまだ出てこないことで、短期的には利益の確定や失望売りも出やすくなりました。今のテスラ株は中国の FSD の答えの待ちの状態だと思います。次にロボタクシーです。今週のロボタクシー関連ニュースで重要なのは、話のステージが変わってきたことです。これまでは本当に自動で走れるのかっていうところが注目されていました。でも今は実際のサービスとして安定して回せるのかっていうのが問われ始めています。待ち時間、車両数、運行エリア、充電、清掃、修理、保管、こういった現実的な部分です。今週はラスベガスやテキサス州アービングでサイバーキャブの専用施設の準備が進んでいるっていう情報もありました。これは派手ではありませんが、かなり重要です。ロボタクシーは車が自動で走れば終わりではありません。どこで充電するのか、誰が掃除をするのか、故障した時にどう対応するのか、そこまでを含めて初めてサービスとして成立します。ロボタクシーは夢の話から現実の運営の話に近づいてきていると思います。一方で、ロボタクシーには安全性と透明性も求められています。今週はロボタクシー関連の事故データについても情報が出てきました。ここで大事なのは FSD やロボタクシーは期待だけでは進められないということです。技術が進化しても規制当局や社会から信用されなければ広く展開することはできません。これからのテスラは技術がすごいだけではなく、その技術をどこまで安全に説明できるのかっていうところも問われる段階に入っていると思います。次にバッテリーです。今週は4680バッテリーに関する不安も出ました。パナソニックの4680量産延期懸念です。4680はテスラの車両コスト、生産効率、利益率、これらに関わる重要な技術です。ここに遅れが出ると市場が慎重になるのは自然です。一方でギガベルリンではバッテリー生産能力を拡大する追加投資も報じられています。つまり短期では4680に不安があります。でも長期ではテスラは欧州でバッテリー生産の土台を強化しようとしています。バッテリーについては不安と前進が同時に出た週だったと思います。オプティマスについても触れておきましょう。パイパー・サンドラーはテスラの目標株価を500ドルを維持しました。オプティマスの将来価値がまだ十分に織り込まれていないという見方を示したんです。これは投資家心理を支える材料になりました。ただ、オプティマスはまだ本格的な売上や利益として確認できる段階ではありません。大事なのは、
オプティマスがあるから安心って見ることではなくて、市場がどこまでオプティマスの価値を織り込み始めているのか、これを見ることです。期待が大きいテーマほど株価の上下も大きくなります。オーナー向けにはスーパーチャージャーの仮想ウェイトリスト機能も重要です。これは混雑しているスーパーチャージャーで誰が次に充電するのか、これは混雑しているスーパーチャージャーで誰が次に充電するのかを分かりやすく管理する仕組みです。充電速度を上げる機能ではありません。でもオーナー体験としてはかなり大事です。自分は何番目なのか、どれくらい待ちそうなのか、横入りされないのか、こういう小さなストレスを減らす改善です。テスラらしいソフトウェアによる体験改善だと思います。最後に日本市場です。日本では4月のテスラの販売が約1041台、前年比で約200% 増と報じられています。日本市場はアメリカや中国と比べるとまだまだ小さいです。ただ日本ではこれまで充電環境、住宅事情、国産車ブランドへの信頼などテスラが広がりにくい要因っていうのがありました。その中で販売が伸びているっていうのは注目すべき動きです。店舗の拡大、補助金、モデル Y の価格競争力などが日本でも少しずつ効いてきている可能性っていうのがあります。では今週のテスラをまとめていきましょう。テスラ株は400ドルを突破し、一時450ドル付近まで上昇しました。しかし、その後は422ドルまで下落しています。最大の材料は中国 FSD への期待です。ただし、正式発表はまだ出ておらず、市場は答え待ちの状態です。ロボタクシーは自動で走れるっていうところからサービスとして回せるのかっていうところに焦点が移っています。4680には不安がありますが、ギガベルリンでは電池生産の強化も進んでいます。そしてオーナー向けにはスーパーチャージャーの改善、日本市場では販売好調という前向きな材料もありました。そういった中で僕が今週一番大事だと思うのは、テスラ株が期待だけで動く段階から実際の成果を確認する段階に入り始めているということです。中国の FSD は承認されるのか、ロボタクシーはサービスとして安定運用できるのか、4680は計画通り進むのか、オプティマスはどこで数字になっているのか、来週以降はこのあたりを冷静に見ていきたいと思います。皆さんは今週のテスラニュースで何が一番重要だったと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 428.35 ドルで、今週末が 422.24 ドルということで、正解は下がるが正解となっております。いやー、今週はかなりボラティリティが激しく、途中まで上がるが確定じゃないかなと思ったんですけれども、最後の最後で下落。しかし420ドルはキープできたので、個人的には良かったんじゃないかなと思います。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は470票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 79% でしたが、結果は下がるなので 13% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、2名の方が正解です。そして連続正解ですが、先週まで正解された方が全員外れてしまいましたので、今は1週のみとなっております。そしてこのアンケートですけれども、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。